今期エクです。今回のテーマは、あなたの金運です。どうぞよろしくお願いいたします。それでは3枚のカード、A、B、C の中からお好きなカードを1枚お選びください。ご自分の占い結果だけご覧になりたい方は、概要欄にチャプターをご用意しておりますので、そちらをご確認ください。選び終わりましたでしょうか？それでは今回は、フォース集というスプレッドとオラクルカードを1枚使用して占います。それでは、それぞれ占ってまいります。それでは A の方の結果です。A の方の金運ですね。そうですね。自分の好きなものを好きなことに使いがちっていうところがあるんですかね。そのあたりを気をつけていくっていうことが今後のですね、お金ちゃんと貯まるかどうかっていうのにかかってくる。そんな感じの結果になっております。はい。では1枚ずつお話しさせていただきますね。はい。まず過去ですね。ワンドのページの逆位置です。衝動的な買い物をしてましたか？私もよくやってしまうのでわかります。はい。買った後で、なんでこんなもの買ってしまったんだろうって後悔してしまうことってありますよね。そういうのが過去にあったっていうことでですね。これはでも結構誰しも経験してるところではあるかなとは思うんですけれども、そのあたりがちょっと多かったのかもしれないですね。ちょっと日本だと物価高っていうのもあったので、そういうところで物価が上がる前にっていうことで急いで買った。それがいや本当にこれ必要だったかなっていうこともあったのかもしれないですね。でも日本以外でも物価が上がったとかそういう話もあったので、もしかしたら他の国の人もですね、そういう風になってたのかもしれないですね。どちらにせよですね、ちょっとですね、焦りすぎてしまって買ったもの、衝動的、ちょっとこれ買っておこうっていう感じで買ってしまって、必要なかったなって後で頭を抱えてしまう。そういう感じの過去だったのかなっていうところですね。はい。では次が現在ですね。カップのナイトの逆位置ですね。今ストレス溜まってらっしゃいますかね。そういったストレス、嫌なことがあって、そのストレス解消にお金を浪費してしまうっていう心配があるみたいですね。そうですね。このあたり、やっぱりストレスが溜まることでお金散財してしまう、そういうところが今現在に来てるのかなって思うんですけれども、あとはですね、ギャンブルだったりお酒、そのあたりに要注意ですね。ギャンブルでお金をいつもより多く使ってしまうとかですね。お酒もそうですね。多めに買ってしまったりとかですね。普段だったら適量で済ませるところを多めに買ってしまって伸びすぎてしまうとかですね。どちらにせよそのあたりいろいろと浪費しがちっていう部分があるので、ちょっとお財布の紐を縛っておく。そういうところで気をつけていった方が良い感じがしますね。では次が未来ですね。ワンドの6の逆位置ですね。未来ではですね、忍耐の時と出ておりますね。我慢しましょうっていう風になっております。ちょっと厳しいところかもしれないんですけれども、ただですね、やっぱり欲しいものだとか、自分が本当にお金を使ってやりたいこととか目標とか、そういうところをですね、ちゃんと欲しいもの我慢して耐えていく時期っていうことでですね、コツコツとお金を貯めていくことが大切なことになっていくのかなっていうところですね。今もしかしたら欲しいものがあるのかもしれないですし、今後にもしかしたら好きなものだったり欲しいものが出てくるのかもしれないですね。そのあたりで、ちゃんとお金を
貯めておかないとっていう風に決めて、そして我慢していく。かといってですね、私、これが一番心配なんですけど、時々食費を削ってでもお金を貯めようとする方がいらっしゃるんですけど、これは本当に健康に良くないので、やめてくださいね。はい。そこは、ちゃんと食事は取りましょうね。はい。体に良くないことはやらない。はい。その上で、ちゃんとお金も貯めていく。お金もですね、やっぱり、塵も積もれば山となるということでですね、いきなり大きい金額から貯めていくときっと大変だと思うのでですね、10円からでも構わないのでですね、少しずつ貯めていってちゃんと目標にゴールするためにですね、はい、続けていくっていうことが必要ですね。はい。では次、周囲ですね。周囲がどうなるかと言いますと、ペンタクルの4の逆位置ですね。強欲な人がそばにいらっしゃるかもしれないので、そういう方たちに目をつけられてお金を取られたりしないように気をつけてくださいね。例えば無理やりおごらされたりとかですね、そうですね、物を買わされたりとかですね、営業の人とかですかね、はい、セールスの方とか、そういう方たちに、悪い人ばっかりではないとは思うんですけれども、時には強引なセールスの人っていらっしゃいますよね。そういう人たちに押されてしまっていらないものを買ってしまうとか、そういうことにならないように気をつけていただけたらなと思いますね。はい。無理ですってちゃんと言ってくださいね。はい。では次、商売ですね。あなたのお金に対して何が邪魔になるのか。はい。ペンタクルの6の正位置ですね。そうですね。適切な管理が必要になってきますっていうことなので、そうですね。未来で出てきた、ちゃんと耐えて、お金を貯めるっていうことも大事ですけど、私が先ほど言ったようにですね、食事だとかを控えて、お金を貯めるだとかですね、何か自分自身を犠牲にするようなことで、お金を貯めるっていうことはやはり、自分自身を滅ぼしてしまう。そういうことになってしまうので、健康にもちゃんと気を使いつつ、そのあたりで適切な管理っていうところですね。はい。あとはそうですね。ストレスが溜まって発散してしまうっていうことが現在あるかもしれないっていうふうにお伝えしたんですけれども、そういったですね、ストレスが溜まった時にお金を使うっていうですね、何かそういうルーティーンがあるとしたら、そういうものはやめていきましょうねっていうことですね。はい。そのあたりはちゃんと管理をしていきましょうっていうことだと思いますね。はい。はい。では最終結果がどうなるかと言いますとですね、カップの2の逆位置ですね。はい。自分の好きなものや好きなことに使うお金が多いと、良くて現状維持ですね。悪くなると大変なことになるのでですね、好きなことは程よく楽しむことが大事っていう風になっておりますね。はい。そうですね。自分の好きなもので我慢してた。その時期を乗り越えて使うお金っていうのがちゃんと貯まったとしてもですね、それで一気にタガが外れてしまって、全てにその好きなことに対してお金を使いすぎてしまうと今度は良くないですよっていうことですね。ただその我慢した分ですね、どうしても使いたくなるっていうのは気持ちはわからないでもないんですよね。今まで我慢してたんだからその分好きなことに使わせてくれっていう気持ち、感情っていうのはあると思うんですけれども、ただやっぱり貯金がないとかそういうことになったらいけないのでですね、はい、悪いことになると本当借金をしてしまって、それでそのままどんどんと深みにはまってしまうっていう可能性もないとは言えないので、そのあたり要注意ですよっていうことですね。はい。はい。では助言になりますね。はい。ワンドの9の正位置ですね。はい。欲しいものがあったら諦めずにコツコツ貯金しましょう。好きなことにはすぐ使わないことが今後のためになりますよという風になっておりますね。はい。ですね。
まあ当たり前といえば当たり前なんですけれども、散財しすぎないことが大事ですよっていうことですね。好きなことに使うのはもちろん大事です。はい。それがですね、結局自分の心の充足につながるっていうことがありますのでですね。はい。それ自体は悪いことではないです。ただですね、あまりにもたくさん使いすぎてしまうと、自分の身を崩してしまうことになってしまう。はい。そうなってはいけないのでですね。コツコツ貯金をしながら適度に好きなことに使っていきましょうっていうことですね。このバランス感覚が難しいんですよね。私も自分自身で言っていて難しいと思います。はい。お金の使い方本当難しいですよね。なのでですね、どうしたらいいんだろうなっていうところはあるんですけれども、貯金箱とかもですね、自分が開けづらい貯金箱とか、そういうのをやっぱり買っておくといいのかもしれないですね。なんか蓋があって、下から簡単にパコッと開けてお金を取れてしまう。そういう風なものになってしまうと、やっぱり欲に負けてですね、使ってしまうとかあるかもしれないので、それよりは、なんか缶切りで開けるようなタイプのものとかですね、めったなことをしない限り開けられないとか、そういうもので自分を戒めるとか、そういうのは大事かもしれないですね。はい。では、オラクルカードですね。はい。こちらがですね、プロテスト。抗議ですね。革命を始めようという風になっておりますね。はい。これはもう、根源的なものにはなるんですけれども、例えばですね、ご自分の職場だったりですね、お小遣いいただいてる方だったら、お小遣いをくださってる方とかですね、そういう方に抗議をしてみよう。もうそうですね、大きなとこ行ってしまえば、国だとか自治体だとかにですね、給与を上げるようにしてくれというふうにですね、言っていくことも大事なんではないかと思いますね。はい。そこまで行くのっていうふうに思われるかもしれないんですけど、結局お金を回してくるっていうのは、国とか政治とか自治体とかそういうことになっちゃうのでですね。はい。根源的なものを言うと、もうずっとそこに遡る感じになりますので、はい。できること、匿名からメッセージを送ったりとかできますので、そういうところでですね、困ってますっていう風に伝えることも必要かなとは思いますね。はい。物価がね、上がってますので、そういうところでちゃんとですね、物価が上がった分、給与を上げてほしいだとか、お金がちゃんと欲しいだとかですね。そういうところを抗議していくっていうことは必要ですね。そこがあなた自身のお金を手に入れる鍵になるかもしれないっていうことでですね。もしよかったらですね、こちらのことも覚えておいていただければと思いますね。はい。そうですね。全体的なものを見ますとですね、やはり好きなことだったり、欲しいものだったり、そういったところにですね、どうしても使いたいっていう気持ちが出てくるのかなとは思いますね。その気持ちはすごくよくわかります。私もやっぱり好きなこと、好きなもの、たくさんありますので、ついつい使っちゃうんですよね。でもそれを、やっぱり我慢する時も必要っていうのもわかるのでですね。はい。貯金箱、まずは手に入れてみてはいかがでしょうかっていう感じです。はい。では、こちらよろしければ参考にされてください。以上が A の結果でした。それでは B の方の結果です。B の方の金運ですね。そうですね。一番気になったのがやはり最終結果ですね。不安がちょっとあるような感じなのでですね。はい。ちゃんと助言とかもですね、しっかりお話しさせていただいて、今後にですね、備えていくっていうことで話していきますね。はい。では、1枚ずつお話しさせていただきます。はい。まずは、過去ですね。バンドの7の正位置ですね。はい。人間関係にまつわる出費があったのかもしれないですね。はい。人に対してのお祝い事だったりですね。1月とかだったらお年玉とかもあったかもしれないですね。はい。そういったいろんなところでですね、人間関係、いろいろありますよね。冠婚葬祭ですね。はい。そういった関係とかですね。
そういうものだったりで出費があったのかもしれないなっていうところですね。はい。ただですね、それ以外のところではお財布を守れた。はい。お金自体を出るっていうのは少なく抑えられたっていうところはあるのかなっていうのがですね、カードさんを見ていて思いましたね。はい。では次が現在ですね。忍者の聖地ですね。はい。現在はですね、お金を貯めるにはとてもいい時期になっております。はい。実益を伴う良い収入源が見つかる。はい。あなた自身が好きなことだったり趣味だったりですね。そういったことでお金を得やすいっていう風になっておりますので、今がビジネスチャンスっていうところはあるかもしれないですね。あなたの好きなことでお金になりそうだなっていうことありますかね。そのあたりしっかり思い返してみていただいて、はい。今だったらですね、例えばココナラさんとか、ああいうところでも、いくらでも自分で出品とかできますので、そういうところでお金を、もらうっていうのもいいですし、そうですね、ハンドメイドとかだったら、大手さん、ミーネさんとか、はい、ございますよね。ああいったところとかですね、使ってみるのもいいかもしれないですね。で、あとはですね、そういったこともあるので、賢いお金の使い方ができるっていう風になっておりますね。はい。計画的にですね、自分自身がどれだけ使うか、ちゃんとどの程度貯めるかっていうのもですね、できるっていうことですね。はい。そのあたりでもですね、しっかりと今の段階でお金を貯めておくっていうことは必要だと思いますね。はい。はい。では次が未来ですね。ソードの6の逆位置ですね。はい。こちらですね、今の仕事を未来でもコツコツ続けていくことでですね、良い収入になる可能性っていうことですね。はい。このあたりもしかしたら現在のその良い収入源が見つかるっていうところも一つのお仕事かもしれないですね。はい。それか別に本業があって、そういったところでずっと続けていくことでですね、ちゃんとした自分の中の収入になる、賃金がアップしたりとかですね、そういうことがあるっていうことですね。続けていくことっていうのはやっぱり大事っていうことですよね。途中でやはり投げ出してしまうよりは、ちゃんとですね、お金にならないっていう風に投げ出してしまうっていうよりは、ちゃんとですね、長く続けていくこと。それが大事っていうことですね。はい。はい。では、周囲がどうなるかというとですね、はい。ペンタクルの2の正位置になりますね。楽しい仲間に囲まれますっていうことでですね。はい。やはり素敵な仲間に囲まれるっていうことはいいことですよね。ご自分が楽しめるっていうことで、はい。そういったところで考えると、そういう仲間と過ごすためにお金を使うっていうことは、ある程度大事だと思いますね。そのあたりでですね、ケチケチしてしまっても、やはり楽しくないっていうところがあるのでですね、その人たちと遊ぶ時だけはしっかりですね、お金を使う、お話ししたりとか、ご飯食べに行ったりとかですね、そういうところでお金を使うことは大事ですよっていうことですね。はい。そのあたりはですね、あなた自身ちゃんと管理ができると思いますので、それでしていったら大丈夫と思います。はい。では、障害がどうなるかというとですね、ソードのエースの正位置ですね。はい。損得感情にこだわりすぎると、長い目で見れば損をしやすいっていうことなので、そうですね。先ほど周囲の楽しい仲間との遊ぶことだったりですね。お食事したりとか、いろいろとコミュニケーション取るためのお金はしっかり使った方がいいですよっていうのはそのあたりですね。ご自分のその損得にこだわりすぎて本来使うべきところには使わないっていう風になってしまうと結局自分が損をしてしまうということになるんですね。このあたりはお金だけではなくて人間関係にもおいて損得っていうことになるのかなと思うんですけれどもね。はい。大事な仲間はそのままやはりそばにいてほしいですからね。そういったところでお友達だったりをなくさないようにするためにも、一定数のお金、はいですね、が必要ですよっていうことですね。ですね。今後もですね、収入が増えるっていう可能性も出ているのでですね、あまりですね、お金を使わないっていう風に動くよりは、
自分の中でこれぐらいなら出せるなっていうところを出していくっていうのでやっていくといいと思いますね。はい。では最終結果ですね。ただですね、この最終結果がちょっと心配なところなんですが、ソードの3の正位置ですね。はい。損失がある不安がございます。どういったことかなっていうところはあるんですけれども、ともかくですね、損得、すぐに得を得ようと思って、投資とかギャンブルは絶対しない方がいいです。はい。最終結果的には、そういうことをしてしまうと、一気に損をしてしまうっていう風になっておりますので、はい。そういった自分の賭け事に使うのはやめましょう。投資もある意味ギャンブルみたいなものなのでですね、ちゃんと返ってくるからって思っても、これがですね、うまくいかなそうな感じなんですね。このカードさんを見てる限り。はい。だからうまい話には乗らないっていうことを心がけてください。はい。そしてですね、盗難だったり詐欺にも気をつけてくださいっていう風になっておりますので、そうですね、盗難はですね、例えばうっかりですね、お財布を車の上に置いてしまうとか、あとお買い物中にですね、ちょっと目を離した隙にお財布取られてたとか、そういうことにならないとも言えないのでですね。はい。詐欺の方がやっぱり可能性としてはですね、大きいですよね。最近ですね、やはりフィッシング詐欺って言って、Amazon だったりですね、ああいうサイトと似た感じのサイトをわざわざ作ってですね、そこに誘導して情報だったりお金、あとはクレジットの情報を引き出したりとか、そういうこともあるのでですね、対面詐欺だけじゃないんですよね。今インターネットの詐欺もあるので、本当にもうどこで騙されるかわからないというところがあるので、このあたりは本当に気をつけてほしいなと思います。はいですね。もちろん信頼していた人が実は詐欺師だったっていう可能性もないとは言えないんですけれども、そのあたりですね、ちょっと注意するところがいろいろありそうな感じですね。はい。不安な結果っていうのはお話ししましたけれども、ちゃんと助言もお話しするのでご安心くださいね。はい。では助言ですね。ワンドの6の逆位置ですね。はい。裏切り者に注意となっております。人間関係の見直しをしていきましょうっていう風になってましたね。周囲で楽しい仲間って出てたのにっていう風になっちゃうんですけれども、またこの人たちとは違うっていうことですね。もしかしてあなたのそばに今後ですね、現れる人の良さそうな人、そういう方がですね、実は詐欺を働いているとか、そういうことあるかもしれないですね。あとは今いらっしゃる人の中にも実はですね、いるっていうこともあるので、そのあたりですね、よーく人間観察しておくのは大事かもしれません。はいですね。で、あとはその人間関係の見直しも必要なんですけれども、お金を貯めるにはですね、焦らず時間をかけるっていう意識が必要ですね。さっき言ったように、やはり自分の得することを考えて一気に儲ける話、そういったところに飛びつくのをやめましょう。はい。ギャンブルとか投資とか言いましたけれども、あのあたりはですね、やはり今はやめておきましょう。今と言いますか、今後ですね。はい、やめておきましょう。ですね。やっぱりうまい儲け話があるんだけどって近づいてくる人ってたくさんいらっしゃるんですよね。そういう人たち、本当に上手に話されるとは思うんですけれども、そんなうまい話があったら皆さんお金持ちになってますよね。はい。もう自分がお金持ちに今なってない時点でうまい話なんてないと思っていただいていいと思います。はい。もうそういう人たちにはノーを突きつけていきましょう。いや、やりませんと言ってください。はい。お願いしますね。はい。はい。では、オラクルカードですね。悪の女王です。あなたは塩ではなく砂糖に値するっていうことでですね。はい。辛いこととかいろいろあって、
損失があるかもしれないっていうことを言ったんですけれども、その人間関係の裏切りだとかですね、そういったところでですね、落ち込んだりとかはあるかもしれないんですが、あなた自身のですね、価値っていうのはそれで落ちるものではないです。誰かに裏切られようとですね、それ自体はあなたが悪いわけではない。相手が悪いんです。はい。なのでですね、たとえそこでお金を失うような心配があってもですね、まず自分の身を守る。はい。お金を守るっていうことで、その人に嫌われたくないっていう風に動いてしまうと、例えばですね、人に何かこう言われてお金を入って出してしまうかもしれないので、そこはですね、悪になっていいと思います。はい。自分自身を心を鬼にしてですね、断る。人にいい顔をしない。そういうところではですね。はい。だけれども、そこであなたの価値が落ちるわけではないっていうことですね。はい。確かに、その人に対しては、塩対応かもしれない。冷たい態度かもしれない。だけれども、あなた自身は本当は砂糖のように甘い、素敵な人ですよっていうことですね。はい。もう、裏切り者の方にはですね、厳しく接しましょうっていうことで、いいっていうことだと思いますね。はい。そうですね。最終結果が不安になってしまったので、あまりですね、このあたりはちゃんと人間関係を見ていくっていうことが大事なんだと思いますね。やっぱり楽しい仲間の方はもちろんいるんですけれども、それ以外にですね、あなた自身を食い物にしようとする人も現れるっていうことですね。やっぱり楽しそうにしてるところには悪い人たちも集まりやすいのかもしれないですね。そのあたりを気をつけていっていただければと思います。はい。ではですね、よろしければこちらの方参考にされてください。以上が B の結果でした。それでは C の方の結果です。C の方の金運ですが、全体的にバランスがいいですね。あとはお金の使い方をちゃんと見直してみるっていうことが必要になってくるっていう風になってますね。はい。では1枚ずつお話しさせていただきます。はい。では過去ですね。カップの3の正位置です。趣味を通じた交流や活動にお金を使う、そういったことがあったってことですね。ただそれはすごく大事なことです。はい。それがあなた自身の充実につながるので、そのお金使いすぎちゃったなって思う必要はないですね。はい。その趣味だったり、そういうので交流、活動、はい。人間関係の、循環って言ったらいいんですかね。良い循環のために、ちゃんとですね、使うお金っていうことなので、それ自体は悪いことじゃないっていう風になっておりますので、使いすぎたなって心配することはないですね。はい。はい。では次が現在ですね。ワンドの6の正位置です。現在がですね、金運絶好調になっております。はい。臨時収入があるかもしれませんという風になっております。おめでとうございます。よかったです。はい。もしかしたらですね、そういったことがあるかもしれないのでですね、はい。もしよかったらチャンスをものにしていただければと思うんですけれども、そうですね。あとは、仲の良い人と過ごすためにお金を使うのは、日々が充実するっていうことで大事ですね。はい。これは過去とつながってる部分ではありますかね。はい。あなたの場合はですね、人間関係においてしっかりお金を使っていただくっていうのがですね、結局自分自身のメンタルだったり健康だったりそういったことにいいのかもしれないですね。はい。人間関係が最も大事っていう風になっておりますので、そこでお金を使うことは必要ですよっていうことですね。はい。はい。では次が未来ですね。カップのキングの逆位置ですね。はい。未来においても金運悪くはないです。はい。もしかしたら現在が好調な分ですね、ちょっと悪くなったかもって感じてしまうかもしれないんですけれども、良かったのが通常に戻るっていう感じで考えていただいたらいいのかなと思いますね。はい。ただですね、ご自分が不安定な気分の時ですね、そういった時に散財してしまう可能性があるので、
そこだけは注意した方がいいですね。なのでできるだけ自分自身のそのストレスをためないとかですね。あとは寒い時とかにどうしても気分が落ち込みやすいとか、不安定になりやすいとかありますよね。なのでしっかり自分の体を温めるっていうことを心がけていただくとですね、そういったところでも少しメンタルが変わってくるかなと思いますね。はい。ですね。あとは機嫌悪くないっていうふうにお伝えはしましたけれども、そういったところで実際どうなるのかっていうのが、収入がしっかり安定してますよっていうふうになっておりますので、はい。こういったところで損失が出るとかそういうことはないですね。はい。なのでご自分のメンタルだけしっかり気をつけていただければっていう感じです。はい。では次が周囲ですね。世界の正位置ですね。はい。人間関係とってもいいですね。調和した良い関係が築けるっていうことなので、そのあたりですね、ずっとあなた自身見ててですね、人間関係におけるお金っていうのはすごく大事なんだなっていうのが、もう全部に共通して出てるんですけれども、この周囲に対してもそうですね。お金はちゃんと使って仲良くやれるところですね。そういった集まりだったりですね。一緒にご飯食べたりとか、そういったところ、はい、そこにお金を使うのはちゃんと使ってくださいということですね。ですね。お金自体も大事なんですけれども、あなたにとってはやっぱり人間関係の方が大きいのかなと思いますね。そちらが充実してると、やっぱり心もですね、気持ちがやっぱり全然違うと思うんですよね。明るい気持ちになれると言いますか。やっぱり安定しやすいと思います。気分もですね。はい。そこを大事にしていただけたらと思いますね。はい。では次が障害ですね。ワンドの2の正位置ですね。これがですね、小さなことに細かくお金を使ってると、お金がなくなりやすいっていうことでですね。はい。そうですね。小さなことっていうのが、日用品だとかそういったものどうしても必要だとは思うんですけれども、無駄にですね、細々買っているというかですね、まとめ買いとかそういった方がいいのかもしれないですね。どちらかというと。ないなと思った時にですね、ちょっとずつ買っていくのではなくって、まとめて買っておく。割引。多分皆さんお買い物上手だとは思うんですけどね。はい、そのあたりちゃんと割引だとかですね。まとめ買いで安くなるとかそういうのをちゃんと見てらっしゃるとは思うんですけれども、そういったところをですね、しっかり活用していくことが大事ってことですね。はい。はい。では最終結果ですね。工程の逆位置になります。お金を使う目的を見直してみるときですね。はい。検討してみてですね、良くないことがあったらですね、自分自身で、この使い方が良くないなって思った場合はですね、これはもうしっかり切り捨ててしまって、自分自身で大事だなと思ったお金の使い方だけ、そこだけ大事にするっていうことでですね、はい。そういう風に見直してみましょうっていうことですね。そういう風にですね、自分自身の反省点だとかですね、改善点だとかそういったところをちゃんと見直せる時期っていうのがあるっていうことはすごく大事だと思うんですよね。今後のその自分自身のお金の運用にもですね、必要なことになってくると思いますので、そういった時期は大事にしていただいたらと思いますね。はい。そうですね。こちらが大アルカナっていうことなので、あなたにとってのそのお金の使い方っていうので、最も必要な時期っていうことなんだと思いますね。はい。そこをですね、しっかり覚えていていただいて、今後ですね、この使い方良くないなっていう風にですね、しっかりしてる方だと結構お金、家計簿って言ったらいいんですかね。お金の管理帳とかそういうものにちゃんとメモをしてたりですね。はい。しっかりしてると思うんですけれども、もしもそういうのをやってない人だったらですね、そういうところをしっかりやっていくとかですね、ちゃんと目に見えてお金を自分がどういう風に使ってるかっていうのをですね、確認できるものを作っておくっていうのはいいかもしれないですね。あとは通帳ですね。バラバラにしておくとですね、どうしてもどこで何を使ったかっていうのが分からなくなってしまうので、ひとまとめにしとくとかですね。
そういうことも必要かもしれないですね。はい。あんまりいろんな銀行に預けてしまうと、それがどれだけ自分が使っててどれだけ残ってるのかっていうのが把握ができなくなるっていう人もいらっしゃると思うのでですね。はい、そのあたりもちょっと銀行の見直しとかそういうこともする必要があるかもしれないですね。はい、はい、では助言ですね。ソードの6の逆位置ですね。はい、自暴自棄は NG ですという風になっておりますね。そうですね。あなたの場合本当にメンタルに結構左右されやすい、そのあたりがあるので、不安定な気分の時にお金を使ってしまうっていうところがあるのでですね。そうならないように何を守るかって言ったらやっぱり自分の心ですよね。先ほど言いましたけれども、しっかりですね自分のメンタルが落ちやすい原因って何だろうなっていうのを考えていただくといいかもしれないですね。結構ホルモンバランスとかも影響しやすかったりもしますからね。これ性別に関係ないです。はい、結構あったりするみたいですよ。はい。あとはですね環境だったり温度、湿度、意外と地球の環境に左右されやすいんですよね、人って。なのでその辺もですね、しっかり自分のメンタルの不調の原因っていうのを探ってみることも必要かもしれないですね。そうすることで自暴自棄を防げる。はい。それでお金の使いすぎっていうのを防げると思いますので、よろしければそのあたりですね、確認してみてください。それではオラクルカードですね。はい。家路。帰りとか帰り道とかそういう感じのカードになりますね。はい。デートには積極的に行きましょうっていう風になっておりますね。デートって言ってもですね、これはお付き合いしている方と一緒に遊びましょうとかそういうことだけではなくって、人間関係をもっとですね積極的にやっていきましょう。人間関係に対しての活動っていうのをしっかりしていきましょうっていうことですね。はい。そしてあなた自身帰っていくお家にですね、楽しい中でその思い出の中を浸りながら帰っていく、そういうイメージですかね。ずっとつながってたその人間関係ですね、あなた自身の場合はですね。はい。そういうところであなたは助けられることがたくさんあるっていうことなのでですね。はい。お金を使うっていうことでも人間関係において使うのが大事っていう風になっておりましたので、そういう、デート代って言ったらいいんですかね。遊ぶ代、お金っていうことですね。そこは必要ですよ。大事にしてくださいよっていうことですね。はい。その人間関係を良くするとやっぱりメンタルも良くなりますからね。その点でもですね、大事っていうことですね。はい。そうですね。あなたの場合はですね、すごく悪いとかそういうことはないですね。はい。損失するようなことはないんですけれども、ただですね、どちらかというとお金というよりはメンタル関連が心配っていうところがあるので、しっかりですね、あなたの守れるもの、心をですねしっかり守ってくださいっていうことですね。はい。そこが一番大事っていう風に出ちゃいましたね。はい。メンタルが良くない時にお金が出やすい、そういう風につながってますね。はい。なのでですね、そのあたりをしっかり気をつけていきましょうということで、そうですね。本当にしっかりとですね、体を温めたりですね、リラックスできるものを飲んだり、ハーブティーとかですね、コーヒーとか紅茶とかそれぞれあると思うんですけれども、そういうのを飲んでみたりとか、甘いものを食べてみたりとかですね、いろいろあると思うんですけれども、そういったことでメンタルを守りましょう。そしてその延長用にお金を守るっていうことがありますので、はい、こちらの方参考にされてください。以上が C の結果でした。ここまでご覧くださりありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いいたします。
これからも様々なテーマで占ってまいりますので、またいらしてくださいね。それでは、おつけいくでした。